すんごいな。ギンバルが揺れてんのか車が揺れてんのか分かんない。着きました。うわ、すごいね。はい、おはようございます。今ですね、8時1分です。室温が 21.9 度で湿度が 52% です。で、今日はですね、少し長く走る日になっているので、準備してね、出発したいと思います。はい、今日はですね、こんな日程で行こうかなと思います。もうね、重要なのが一番最後ですね。335キロなんで、もうね、今から走って3時半ぐらいに着くだろうと、ダイレクトに行っても。実際は多分夕方とかになっちゃうと思うんですけどね、ところどころね、今これいろんなの入れまして、寄れそうなところあったら寄ろうかなと。全部寄れるわけじゃないと思うんで、とりあえずピックアップだけしました。ということでね、今日はこれから出発したいと思います。はい、ということでね、今スタートしました。今日はですね、まだ摩周湖周辺にいますので、ここからスタートして、で明日には稚内に入ろうかなと思ってます。なので今日はほとんどね移動だけする日になるのかなと。で移動の道中の中でいろいろとね、行けたらいいかなと思っております。あとはね、今日は距離走るので、運転ももちろんね注意しなきゃなんですけど、燃料もですね気遣いながらどっかでねまた軽油燃料入れて、燃料切らさないようにねちょっと管理もしなきゃいけないかなと思っております。雨とかで降ってるわけじゃないんで、その辺はね海岸沿いだから走り出せば気持ちいいかなと思っております。はい、ということでね、まずは向かっているところに行きたいと思います。で最終的には道の駅猿払というね隣接にキャンプ場がある道の駅がありまして、そこをね最終ゴール地点として一応目標としてます。ただ道中で、思った以上に時間かかるとかであれば、もうちょっと手前の道の駅とかねキャンプ場で、今日は撮影するかもしれません。はい、ということでね、まずは向かっていきたいと思います。すごいね。すごいね、まだ雪が残ってんね。寒くて残ってる。そうそう。でこの目の前に今見えてる駐車場みたいなところが道の駅なの。ぐるっとパノラマ見幌峠。この上から景色が見える、ね、そうほらここが道の駅。すごいね、めちゃくちゃ景色良さそう。こっち側も景色が見えるようになってる。すごいね。高台なんだね。ちょっとねあまりにもやばいんで軽く水洗い高圧洗車で流します。すんごい汚い。パーッと流すだけです。吹き上げはほとんどしないです。ちょっと汚れているので洗車中ですが、すんごい汚いの。でもだいぶね綺麗になる。だいぶ汚れ落ちる。はい、こんな感じでね結構綺麗になりました。このままもうね今日走っちゃいます。である程度乾いたら少しだけさっと拭きます。いいでしょう。はい、今ですね、軽く高圧の水洗い洗車だけバーってかけて、ボディ全面洗って、でもう一回洗い流して、でささっとね拭きました。あとは自然乾燥かな。ただの水洗いでもだいぶ綺麗になったよね。20分ぐらいで終わったからちょうどいい。変な泥汚れがなくなったぐらい。水洗いねできて、汚いなんかねよくわかんない泥がね全部取れたんで、それだけでもだいぶ良かったです。でこの後ですね心市場かなんかっていうね市場があるみたいなんで、そこにね今から向かっていきます。あと18キロぐらいなんでそんな遠くはないんですけども、そこでねちょっとね今日のご飯とかね変えたらいいかなと思っております。はい、ということでね向かっていきたいと思います。はい、もう間もなくですね心道の市っていうところにね到着します。なんかお魚とかね買えるところみたいです。あとね 800m ぐらい、全然関係ない話ですけど、キャンピングカーとやっぱ北海道すごいすれ違います。で結構みんな手振ってくれるっていう。うーちゃんが一生懸命窓から手振ってるから。
あれかな、ねなんかあれっぽいね。なんか結構車多いね。ね、これを曲がって向こう側から入るのか向こうから入れるの？な。あ、違う、入れない。はい、ということでね、道の市魚かおよそ100メートル先、左方向。人気なんだ。ね。なんかカニが掲げられてる。やっぱ今カニなんだな。はい、こんな感じですね。ところ道の市。ウニゲット。よし、はい、今ですね、ところ道の市でですね、買い物してきました。結構ね、お魚本体が売ってるところな感じでしたね。まあまあちょろっとはあったんですけど、そこまでお刺身とかが並んでるっていう感じではないです。なんかホタテとかさ、がなんか訳ありって書いてあったけど、そうそう、ホタテとかがなんかその場でなんかさ、焼いて食べれるんだよね。そうそう。そういう意味ではホタテとか好きな方、特に牡蠣とか牡蠣、ホタテ、貝類が好きな人は、なんかね、訳あり、ちょっと多分形のあれとか、賞味期限の問題なのか分かんないですけど、結構ね安く売ってて、でその場で炭焼きかなんかで焼けて食べれるっていうコーナーがあって、で好きな人は多分すごい楽しいと思う。うちの場合ね、ホタテとかもね、ちょこっとでいい人なんですよね。あと飲みたくなっちゃうんで、ちょっと今の時間だと厳しいなと思って。なんで、ウニだけ買ってきました。サロマ湖産のウニです。そうか、サロマ湖はこの先か。この先だね。この先だ。調べてみたらあんまり有名ではないけど、近年ちょっと人気にっていうか、美味しいみたいな感じでは書いてある。ちょっと気になるね。でこの先にもね、ちょっともう一軒あるみたいなんで、そこもちょっと寄っていこうかなと思っております。斉藤商店お魚が安い店みたいなの書いてあって、外にの表示に出てたけど、今21度だって。こっち暖かいね。なんか北に行けば行くほど寒いんかなと思ってね。場所によるの。とか野サップ岬、だけどね、あっち寒かった。で今が浜サロマ湖で、この後左側にあるのかな。北海道の道時折すごいボッコンボッコンしてるからさ、めちゃくちゃ跳ねる。なんかあるよ。これか。あ、これそれだな。止められる？到着したけど。これって何屋さん？これです。魚の安い店。はい、今ですね、あの店行ってきたんですけども、やっぱりね、カニとかね、本体が多いよね。カニとやっぱホタテ。そうそう、カニホタテがやっぱり多い。あと干したものだね。ああ、そうだね。どっちかっていうとやっぱ家で食べれるよね。干物か。あんまりこう車内キャンピングカー向けではないかな。ということでね、こういうでもね、お店ね一つ一つ寄れるので、またこういう旅も楽しいんで、今日はねこんな感じで向かっていく最中に何か見つけてはいくっていうような感じで旅していこうかなと思います。で一応次もなんかね、朝多分探して入れたんですけど、あんま覚えてないんで、とりあえず向かってみます。どっちにしろね、北に向けて今ずっと北上していきますので、そこにはね変わりはないかなと思います。あと道中なんか気になる店があればちょこちょこ寄ってね、行こうかなと思います。これがサロマ湖です。ほぼ海ね。サロマ湖って大きいのかな。でかい。はい、普通に海。琵琶湖とどれぐらい差があるんだろう。琵琶湖の場合はでもほら陸に囲まれてるじゃん。サロマ湖はこれもうオホーツク海半分入ってる。してんの？あ、そうなの。でも一応囲まれてるよ。一応ね。道の駅サロマ湖。いいよ。チーズタルト。ホタテとかじゃないんだって。ホタテ超人気だったよ。はい、今ですね、道の駅サロマ湖っていうところ行ってきまして、ふーちゃんねチーズタルトを食べてます。でこんな感じでね、今日はねプラプラ旅をしてるんですけども、ちょっとね、どっかでまとまってね買い物したりとか、お昼とかも食べなきゃいけないんで、ちょっとねこっからはですね、50キロぐらい走って一旦紋別まで行っちゃおうかなと思ってます。で紋別まで行ってご飯とかね買ったりとか、あとね現地でなんかまた食べれたらいいかなと思っております。なのでまずはね紋別まで、向かいます。はい、今ですね紋別の方に着きました。ちょっとね聞こえてるかと思うんですけども、風がものすごい強い。
風速ね、これね、さっきのでも8ぐらい。なんかでも10ぐらい感じるよね。ダブルタイヤでも持ってかれる。結構持ってかれます。だからね、風がね結構はっきり強いのが分かる。結構今慎重に運転してるんですけど、危ない。でこれからね、紋別の方の、カニのオブジェとかねある方に行こうかなと。もうじきね到着です。風すごいな。バッサバッサやるじゃないですか、風が。オホーツク海だ。綺麗だね、なんか。でこれを右に曲がると道の駅のオホーツクがあって、でどうやらそのところにカニのもう見えたね、カニ。ほら、こいっちゃん、あれカニのおててや。あれでかすぎやろ。よくみんな写真撮ってるやつか。あれね、あのモニュメントね。じゃああれ見に行こうぜ。よし、じゃあ行きます。風がねすごい。でも風速9まで9メーターだね今。とりあえず風がすごいです。で、ここがね道の駅オホーツク紋別です。でカニのオブジェがあるんでそれを見に行きます。おお、本当だね、看板が飛んでっちゃいそう。本当だ、あったね。近くまでは行けないかもしれない。これ見えるかな今映像で。砂がすごいっすね。めっちゃ舞ってる。だんだん近づいてきたよ。ね、だんだん近づいてきました。車で行った方が早かったね。そうだね。近くには行けないんじゃないのに。さあ急げ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 。15年間会場で展示されてたらしい。すごいね。はい、今ですね出発しました。カニの爪は風がすごかったね。この地域強風すごい。オホーツクの風はすごいですね。すごい。もともとこういう地域なのかな、風が強い、ね、風速10メーターぐらいあった。で道の駅なかった。なかったっていうか、道の駅って感じのあれではなかったよね。科学館みたいな。でこの先にですね、オホーツク氷門の駅というねところがありまして、道の駅みたいなところなんですけど、そこになんか物産館とかねあるみたいなので、そこまでね、行こうかなと思っております。でそこでなんか物買えたりとか、あと近くでなんかね食べれそうなとこあったら食べ行こうかなと。ご飯もう言うてもうもうすぐ2時だからね。はい、ということでねちょっとね向かっていきたいと思います。はい、あとですね700メーターぐらいで到着です。やっぱね海岸沿いはかなり風強いですけど、少しだけねこの内陸というか内側に入ってくるとだいぶねまだマシかなと。それでも結構木々揺れてるけど、海岸の方はねもっとなんかダイレクトな感じが、遮るものがないからかな。でここで一旦行って買い物行って、できればこの辺でね他にもね買い物が必要であれば買い物して、意外と夜のものが何もないんだよね、ウニ以外であとはお風呂も入れそうだったら入っちゃう。こっちの方が道の駅っぽいね。なんか本当だ。ここくつろぎの湯もあるじゃん。お風呂もあるんだ。そうなの。スーパーマーケット横にどこ？しめまるスーパーマーケットって書いてある。氷門の湯っていう湯があったよ。そう。はい、こんな感じで着きました。スーパーマーケット前なんとかなりそう。ちょっとこのままね下の街の方見てみます。なんかねこっちの下の方にいろいろありそうなんでちょこっとだけ見ます。ちょっと歩いてみたんですけど、臨時休業だらけで、やってるのかが分かる。意外とねお店がやってなくて、お昼ご飯もなんか微妙。どうしよっかな。まさかの真横にカフェをつけた。行こう。美味しかったです。中は古民家、ジャズが流れてる。そう、撮影は NG だったんだけど、すごいお店の雰囲気良かったんで。音
人の人は好きな感じだね。うーちゃん初めてのちゃんとしたカフェじゃん。生意気に。ペットボトルのコーヒー牛乳は残念重量だからね、うーちゃん。新しく奮発したコーヒー牛乳。どうですか？美味しい。はい、今ですね、温泉入って出発しました。今日はこれからですね、あとね150キロぐらい目指して走ろうかなとちょっと思っております。夜になるかな。そうで、まあ道中ですね、車の燃料入れるのと、あとは一回買い物もスーパー買い物行かないといけない。スタンドはねもうちょっと見つけ次第行こうかなと思ってます。なくなりそうだもんね。だからまだそんなにメーターはね減ってないんですけど、ただ走行はね240キロ走ってるんで一回ね入れとこうかなと思ってます。まずはちょっとスタンドと買い物行ってきます。あ、ダイソーもある。この間のあれみたいなもんか。なんかセットなのかね。DCM グループかな。うん、買い物一回行くよ。キャンドゥも入ってる。シティ満月。はい、とりあえずね今買い物を終えてきました。で燃料もね入れ終わったので、これであとはもう走るだけです。もうすべては終わった。よし、それではね150キロぐらい走るか、その手前の道の駅とかどっか見つけたらそこにするかはちょっと考えながら行こうかなと思います。ちょっとね明日はね、稚内まで行くんで、ちょっとなるべく今日のうちに走っとこうかなと思っております。まあ、海沿いなんで今度風がね多分まだあると思うんで、そこはね気をつけながら道北に向かっていきます。夕日がとっても綺麗。うーちゃん夕日綺麗。こっちで見ると綺麗だな。綺麗だね。なんかビルとか高い建物ないからじゃない？なんかさ形とかもすごい綺麗にね。うん。なんかすごい眩しいね。あー綺麗だね。ちょうどこの川？水？何かに照らされて。そして夕日ってこんな眩しかったっけ？なかなか見れないようーちゃん、こんな景色。そうだよ。すげえ綺麗。すごい真ん前だ。真ん前。あ、さっきよりもオレンジがかってうん。眩しくなくなった。いやなんか本当日本じゃないみたいな。ね。てか北海道の夕日でかくない？でかい。はい。で今ですね、むちゃくちゃすんごい風強い。あとね街灯が少なくて全然見えない。今ねまだこう街灯今多いゾーンに入りました。多分この辺街なんじゃないかな。ただ風が強い。うん。風がすんごい。やっぱ海沿いオホーツク海険しいんじゃない？うん。風がすごいね。ね。ほんとね持ってかれる。風速もねずっと8メーターとか9メーターとかあるから、で多分最大瞬間はもっとあるんじゃないかな。うん。通常なのかなこの風。それとも今日が結構風強い日なのかな。ね。こちら辺詳しい方ぜひぜひコメント欄で教えてください。お願いします。なんかむちゃくちゃ風強いし、すごいよ。おおおお。風は強いし見づらいし、海がこう真横なんですね。で多いな。木がないから多分あの辺だったらまだマシなんじゃない？木横ほら生えてるじゃん。暴風林がないんだよね。そうだからもうね道路脇のこのね見てもらうと分かるんですけど、すんごい揺れてるんですよ。この辺はまだこっからはまともになっていくんじゃん。どうなんだろうね。何もないよりかはマシなゾーンじゃないの。まあね、いずれにしてもかなり走りづらいです。はい。思ってた以上に快適に走れない。はい、今ですね、そう道北にもう入りました。枝に幸せって書いて町。なんていう読み方だったっけな。まあ多分テロップで出てます。こっから道北になるらしいですね。むちゃくちゃ風強い。とりあえず中っていうかむちゃくちゃ強い。これ大丈夫かっていうぐらい。マジでね、車が左右にダブルタイヤで持ってかれるぐらいのそう風の強さ。風の強さだよね。
風の強い日のアクアラインずーっと乗ってますって感じの緊張感。はい、今ですねもう一度走り出しました。一回休憩挟んで、どっちにしてもねやっぱり今ね風速10メーターぐらいかそれ以上ぐらいがあるみたいです。まあここで止めたところで、今道の駅止まったんですけど、すんごい揺れちゃってちょっとここで車中泊するのも難しいなっていう判断です。ここから38キロぐらい先に少しだけ内陸に入ったところに道の駅があります。なのでそこまでちょっと走ります。多分これ過去一だな。過去一こんなに風が強い続く日に走ってる。今結構持ってかれたぞ。風は強いわ、真っ暗だわ、鹿は注意だわ、道北やべえな。油断は禁物なんですが、これから内陸側に入っていくのでまだいいんじゃないかなと思うんだけど、すんごいちょっとね話す余裕がない。ママが今話してるだから。で一番ここがすごいかもしれない。おお、もっと音聞こえてる？これ拾ってんだろうけど、時折来る突風が最大だと結構いってそうだよね。内陸側に入ってきました。最後に橋があるのか。最後橋あんの？この先橋になってる。おお、持ってかれるね。あと2キロぐらいでゴールです。いやはやいやはや。すごいねこの辺。お疲れ様でした。着いた。それなりには風を受けるかも。なんか車結構多いな。もうみんな風すごくて無理って諦めてるかも。いやみんな海岸沿いは無理でしょ。無理。多分みんなしんどかった。左方向です。はい、今ですねなんとか道の駅北オホーツクというところに来てます。先ほどね確認したんですけども、平均でねだいたい11メーターぐらい風速、最大でね21メーターぐらい吹いてるみたいです。なかなかえぐい。アクアライン通行止めレベルですね。でねここもうねバンコン、キャブコン、バスコンみんないますね。多分もうみんな避難してる。ここでもうこの先進めんよ。危ない。揺れてる。これ見れば分かるこの水。いやーすごいね。でもこんなに風が強い中こんな長い距離走ったの多分過去で初めてです。どうなんだろうね。ここだけなのかな。稚内がどうなのかだね。そこが一番あれだね。明日稚内まで行かなきゃいけないから。まだ登んなきゃいけないから。ほんとね、北海道に来てね、いろんな自然の猛威に当たりながら旅をしてる。北海道の旅ならではなんかなってこういうのは。でも今日一日風強いからね。さて、もう9時なので、ささっと。そうだね。ささっとご飯食べよう。簡単なご飯で。今日はね、時短ご飯です。電子レンジとかでフル活用です。今日はウニイクラ丼にして味噌汁とイカのお刺身があるので、あとネギ塩麺。合格したら長ネギ。ダメ。醤油。揚げナスかなめこ。豆腐。揚げナスとなめこが減らないじゃん絶対。じゃあナス。じゃあまあほうれん草。まあほうれん草。これなんかキャンピングカーはやっぱいいねこういう時に。あったかい。でもねこっちあったかいねなんか。そう気温はねあったかいんですよね。それこそね網走の方が全然寒かった。さっき他の人たちのさツイッターとかのさゴールデンウィーク事情見てたらさみんなエアコン稼働してたからね。エアコン稼働してんの？マジ？もう暑すぎる？そんな暑いの？稼働してて。マジか。エアコンはまだフィルターもこれも取ってないもんね。一回でもあれだね使うんだったら掃除したいもんね。ここはさすが北海道でエアコンの出番はまあないかなって感じ。明日はこの中ね最北端に行かなきゃいけないから。はい、こちらですね今日買ってきたやつ。メインはねこちらサロマ湖のウニとどっかのイクラ、あとイカは北海道だっけ。イカ北海道産。揺れてる。すごい揺れてるね。であとネギ塩メンマでご飯を食べようと思います。
風がマジですごい。どっちに乗ってるの？そんな。なんか意外とあれかな、塩分あるから醤油いらない。醤油漬けだしこれ。じゃあ別がいいっていうから。うん。ジンバルが揺れてんのか車が揺れてんのか分かんないね。車が揺れてます。うお。2分多分21メートルだよ。無理があった方がね。よき。いや豪華。よし食べよう。むーちゃん海苔いらないでしょ。いる？いらない。いらないね。じゃあいただきじゃあ乾ます。杯しましょう。いただきます。乾杯。乾杯。うわ。すごいね。ボンちゃんは飛ばされないけどさ、台風の方が怖いよね。これもあるよ。うん、ママ、今度ママに。うまい。うん、うまい。なんかね、塩水にちょっとミョウバンが入ってるからどうなんだろうと思ったんだけど、そんななんかちょっとだけみたいだったから全然。ただすごいのよ風が。うん。カメラがね、車内だけど倒れそうな気がする。うん。一回食べた。食べた。何やってんだ？風が強くてさ、車が反応してるらしいよ。初めてだね。うん。風が強すぎて緊急車中泊みたいな。目的地まで行けなかったから。どうすんだろうね。うわ、風やっば。そうだよ。ちょっとだけ。カービィゴも結構入れて。カービィだったらこの道来れてないからもう途中で断念してる。やっぱダブルタイヤっての大きいよね。ダブルタイヤでも今日揺れてたけどね。でも明日の豊の日は。明日もでも風強いらしいよ。明日日中は風が強いっていう。おうちゃんはもう眠いのであっちパパのベッドで寝ます。はい。先にね。豆焼きもらったからね。じゃあおやすみなさい。良いね夢を皆さん見てください。バイバイ、おうちゃんもねおやすみ。バイバイおやすみ。だからこのまま寝る。いいよ。うん。おやすみ。じゃあちょっと大きくなったらそのうちあの辺で寝そう。じゃあおやすみ。おやすみ。はい。今時刻は10時半です。パパはもう運転で疲れてくったくたになり、うーちゃんはパパのお布団で爆睡状態です。その頃ママは片付けしてました。もうみんな爆睡だからそろそろ私も歯を磨いて寝ますかな。バンクベッドもどうにか設置できたので、もうみんな寝ちゃってるので起こしてそれぞれの場所について寝たいと思います。おやすみなさい。すごいじゃん、じゃん。ここ一番来たらしいよ。電車。よし、じゃあ撮るよ。行くよ。はい乾杯。はい。そろそろね、歯磨きとかして寝ようかなと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたね。じゃあまたね、バイバイ。